カリエ・デル・プエンテ・デル・クエルモの伝説。ご存知の通り、セニョル・カラスの足の通りと呼ばれる通りには、今日、橋など全くございません。また、ドンロドリゴでバリエステロスが生前、カラスと共に暮らしていた家もすでにございません。けれども、カラスに関しては、ことはそれほど確かではございません。私の祖父は昔、嵐の夜に幾度も雷鳴の合間に真夜中、あの邪悪な鳥が邪悪な鳴き声を上げているのを聞いたと語っておりました。私の知り合いの極めて立派なカルガドール二活人も自分もあの鳴き声を聞いたことがあると断言しております。とはいえ、もしまだ続いているとすれば、それはカラスの亡霊が声を出しているに違いありません。なぜなら、セニョール、カラスは聡明な鳥ではございますものの、これらの事件が起きてから300年以上の月日が流れた今もなお生きているとは到底考えられぬからでございます。このドンノドリノは若い頃、セニョール王立軍の従兵隊アルカブセロスの隊長でいらしたお方でして、三金丹の戦いで何のために戦っていたのかは存じませんが、彼の率いる土兵が見事に戦ったので、戦が終わって彼の務めがいらなくなった折、スペイン王が彼を当時メキシコの王の代官に任命したのでございます。晩年を心地よく富裕に過ごせるようにと王が彼に与えたのはアツカポツァルコのエンコミエンダ先住民監督権でして、当時のアツカポツァルコは市街から西に少し離れた大層富裕な土地で、ドンノドリゴの指の間を通る大きな収益をもたらしておりました。今ではご存知の通り、セニョール市街のほぼ一部となっておりまして、電車であっという間に着けますし、富も失って貧相でわびしい小さな町となってしまいました。ドンロドリゴが私有税人としての務めの中で、王が彼の戦いぶりの報酬として、まさにそうあるように意図していた通り、指の間に貼り付かせた金で、彼は今日プエンテ・デル・クエルボと呼ばれる通り、かつてその通りの一部であった橋と、カラスの所領ゆえにその名がついた、に立派な家を建てたのです。それ以前にその通りが別の名で呼ばれていたかどうか、セニョール、私は存じません。このドン・ロドリゴは、一般に知られていた通り、誠に邪悪な人物でございました。それゆえ、彼は立派な家でカラスと共に大いなる神のうちに暮らし、いつも住民の皿で食事し、金で刺繍した衣をまとった小姓に給仕されておりました。けれども、富を持つにもかかわらず、彼自身は小敷のような身なり、しかも大変汚い小敷のようなをしていたのでございます。道着と半ズボンの上に、主からかかとまで緩く包む長いカペラルマント風の上衣を羽織り、これを長年羽織り続けたために、もはや申し開きの出来のほどみすぼらしくなり、あらゆる色のシミがつき、油染みと汚れに覆われておりました。にもかかわらず、その前面の胸には、王が下賜したサンティアゴ騎士団の十字章をつけており、ご存知の通り、セニョール、その十字章をつけていれば、彼はどんな立派な貴族にも引けを取らぬカバリエロでございました。彼の中の悪は他にも様々な仕方で現れました。彼はミサに参らず、聖なることども一切を公然と嘲笑しておりました。彼が異端者と親密な交わりを持っているのではないかという疑いも多くの者の心に抱かれておりました。そういった所業は今日でも人に悪い名を与えますが、当時はもっと悪い名を与えました。それで彼は一般的に破門者エクスコムニカテと呼ばれており、これは誰にとっても最悪の名でございました。カラスについてですな。
セニョール・ドン・ロドリゴ自身がそれに、エル・テアムロ悪魔。と名付けておりました。そしてそれが本当に悪魔、あるいは少なくとも一匹の悪魔であることは、誰一人疑う者はおりませんでした。あの邪悪な鳥の振る舞いは、誠に不快極まるものでございました。家の豪華な調度を汚し、椅子の刺繍布や絹のタペストリーをくちばして引き裂き、貴重なガラスや磁器を倒して砕き、悪行に終わりはなかったのです。けれどもドン・ロドリゴが召使いどもにこういった破壊について怒鳴り散らす折、彼は大変に暴力的な男でしたな。セニョール、嵐のような言葉を使われた召使いどもはただ、カラスが犯人です。と申し上げれば、彼は瞬時に静まったのでございます。悪魔の仕業なら見事に成し得せたものよ。と彼は怒りもなく申しました。そうして九段は流れていったのです。ある日突然、ドン・ロドリゴとカラスの両方が消えてしまいました。彼らがそういった機械で突然な仕方で消えた九段は大騒ぎを巻き起こしました。けれども、より大きな騒動となったのは、九段を調べるべく呼ばれたアルカルデが家を捜索しに入って、誠に恐ろしいものを発見した時のことでございます。ドン・ロドリゴの寝室であった部屋に、恥ずかしめを受けて床に転がっておりました。壊れて血を滴らせた最も聖なる聖像が、その周囲にはカラスの羽が散らばっており、それらにもまた血が点々とついていたのです。それゆえ、カラスの悪魔とドン・ロドリゴが聖像を打ちつけ、聖像から血を流させたこと、そして容赦のしたる大悪魔が彼らの恐ろしい冒涜の罪に対する報いとして、二人を突如自分のもとへ連れ去り、永遠に地獄で焼かしめたことが知れ渡ったのでございます。それは彼らにふさわしい結末でございました。海上にも陸上にも二人は二度と姿を見せることはなかったのです。当然のことながら、セニョール、例にある者たちはこういった衝撃的な所領があった家に住むことを拒みました。隣接する家々の者たちでさえ近隣にかかった汚名を感じて移り住んで去ってしまったのでございます。そうしてゆっくりと当日期が流れるにつれて、それらの家々は皆崩れて廃墟となり、廃墟は運び出され、それゆえ今ではそれらの家はもうそこにないのでございます。けれども一般に知られておりますのは、セニョール・ドン・ロドリゴの家がそういった仕方で消滅してしまうまで、ドン・ロドリゴはずっと住み続けておったということ、そしてカラスが彼に伴っておったということでございます。悪魔が彼ら二人を地獄へさらってからちょうど1年経った折、真夜中で町には嵐が襲いかかっておりました。近隣の者たちは雷鳴の合間に王宮の時計が12回打つのを聞きました。それから血の雷鳴の合間にカラスが12回鳴くのを聞いたのです。そして知れ渡ったのは、カラスは毎夜その通りにあった橋のランチャンに陣取り、真夜中の鳴き終えるとドン・ロドリゴの家のバルコニーへと飛び上がる習わしがあるということでございました。バルコニーにはドン・ロドリゴ、黄ばんだ骸骨の上に汚れた古いカテラルを羽織りがすでに準備してカラスを待ち構えておりました。ドン・ロドリゴの骸骨はバルコニーで気楽に座り、バルコニーの欄干にはカラスが止まっており、そしてドン・ロドリゴは乾いた骨の指でカスタネットのような小さなカチカチという音を立てながら、その極めて邪悪な鳥の背を優しく撫でていたのでございます。これら全ては稲妻が走る一瞬の間に映し出され、それから闇が訪れ、雷鳴が轟き、雷鳴の後の真っ黒な静寂のうちにドン・ロドリゴの乾いた骨の指が
再びカラスの背を優しく撫でる小さなカチカチという音が聞こえたのでございます。そういったことはずっと続いておりました。セニョール、私の祖父が話してくれたところによると、家が老朽で崩れ落ち、こういった不愉快な恐怖がもはや起こり得なくなるまで、通りの名がそれゆえにつけられたのですから、それは確かに起こったに違いなく、そして長い長い時間にわたって続いたに違いないのは、まことに筋の通った話でございます。申し上げた通り、セニョール、私の友人のカルガドール、極めて立派で誠実な人物は、嵐の夜に時折、自分自身、王宮の時計が12回打ち終えた後のカラスの鳴き声を聞いたことがあると断言しております。それからすると、カラスは今でもプエンテ・デル・クエルモで出会えるものと見えるのでございます。